はい、こんにちは。小林邦弘です。今回はハワイコーヒービジネス編お届けいたします。ただいま私はね、別件で実はハワイに滞在しております。こちらはホノルルダニエル兼井上国際空港でございますが、今日はここからいわゆるビッグアイランドですね、ハワイ島のコナに参ります。そして目的は私のやっているブランドウペポ、こちらで使うコーヒー豆の買い付けという形になります。ビッグアイランド、私はね、別の仕事では何回か行ったことあるんですが、コーヒーで参るのは初めてです。現地でどんな出会いがあるのか、今からワクワクしておりますが、その模様をね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私、小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったらぜひ、ポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではハワイコーヒービジネス編スタートです。さあ、ということでホノルルダニエル兼井上国際空港のターミナル1でございますが、ここはね、ハワイの翼ハワイアン航空のメインターミナルという形なんですが、ちょっとあれかな、雰囲気的に早く来すぎたかなというのは少しありますかね。一応ね、見てみるとね、ここからはハワイの各島へのね便が本当バス感覚で出てると言えばいいのかな。はい。で、私が乗るのはですね、上から3番目ですね。5時45分発ハワイアン航空コナ行きでございます。ほとんどの便があれだね、JAL とコードシェアしてんだね。だからそれだけやっぱり JAL がハワイ路線に力を入れているということも分かりますが、はい、というわけでこのコナ行き5時45分、ただいま時刻は右下にね書いてある通り4時11分。さすがに早いか、いかんせんね、心配性なんですよ。心配性だからちょっと早く来たんだけど、さすがに早すぎるかというところですけどね。はい、こちらはハワイです。やはりあらゆるところにね日本語対応がされてますので、日本の方にはねやっぱり旅しやすい場所なのかなという気はします。はい、とりあえず待ちますか。さあ、朝一番ですからね、イミグレもあっさり通過して、とりあえず搭乗ゲート行きましょうか。一応ね、スターバックスとかこのハワイアン航空のこのハワイ島エリアのハワイ諸島エリアのターミナルも何度か利用したことがありますけど、スタバとかねいろいろあるけど、さすがにねこの朝4時半は空いてないよね。はい。でもねファーストフードとかいろいろ十分時間を過ごすだけの設備はあるターミナルというような印象はありますかね。はい。以前はね私世界の花屋のお花の買い付けでね、よく同じビッグアイランドでも東側のねヒロの方には何度か行ったことがありまして、そんな時にこのターミナルは使ったかな。ちなみにちょっと反射しちゃってるけど映ります？ハワイアン航空のね国内線はこのボーイングの717ですよね。非常にクラシックというかですね、これが島しょ部を飛び回っているというような形ですかね。はい。さて、搭乗待ちの間を利用してね、今日の予定趣旨等をお話しします。私のやってるブランドウペポ、こちらでですね今コーヒー豆をちょこちょこやらせていただいてるんですね。月1回ぐらいかな、ウペポ会議と称してですね、インスタライブをやってます。で、ここで、フォロワーの皆さんからこんなことやってほしい、こんなものが欲しいというご要望いただいて、でその中にやっぱりコーヒー豆というのがございました。なので、それ以来まずはケニアのね、コーヒー農園のものをお届けしているんですが、おかげさまで非常に好評で、
でその流れの中でね是非世界観を広げていきたいなというところで、今回はハワイのコーヒーを取り扱いたいというような次第でございます。はい、で今回はそんなわけで、ここホノルルからですね、ちょっと私別件でですねホノルル利用して滞在してるんで、ちょっと今日は本当限られた時間ですね、という形になりますが、ハワイ島ビッグアイランドへ参るという形です。順調に行くと私の乗るフライトはコナにだいたい朝6時半ぐらいかなに着きます。で、今回はね欲張りに2カ所行こうというふうに思っている次第です。ハワイ島のコーヒーといえばね一番有名なのはコナコーヒーですよね。きっと皆さんも、馴染みが深いのではないかなと思うんですが、コナ、こちらはハワイ島の西部西になりますが、こちらの生産者さん、そしてもう一つですね、最近話題のカウコーヒーがございます。ハワイ島南部ね、カウコーヒーの生産者さん、この2カ所行って、せっかくだから飲み比べようとね、しかも現地でね農園で飲み比べようというのが、今回の旅の趣旨でございます。順調に行くとコナ空港に着いてレンタカー借りて、まずは南部ね、カウコーヒーの生産者さん、多分コナ空港からどれぐらいだろうな、1時間半か2時間ぐらいですかに行って、順調に行けば買い付けて、でその後今度コナの生産者さん行って順調に行けば買い付けて、そして慌ただしくですね、ホノルルに戻るというような工程で参りたいと思います。私のやってるねウペポのブランドっていうのは世界中のねぜひ風を届けたいということで、商品を通じて皆さんに旅感にね浸っていただきたいというのが、このブランドの趣旨になるんですけども、ご存知の通り私はバリスタでもないですし、コーヒーの、超専門家ではございません。でも世界中をね旅している中で、いろんな人と出会っているというところで、私だから多分伝えられるコーヒーの世界というのはきっとあるんじゃないかなというふうに思ってですね、鋭意、買い付けしている、頑張っているというような次第です。そんなわけでね今回も、コーヒーを飲むというのも僕自身がねコーヒー大好きですから、コーヒー飲むというのももちろん楽しみなんですけれども、現地の農園でね、どんな出会いがあって、どんなストーリーを感じられるのか聞かせていただけるのかというあたりが私としてはね今日非常に楽しみというところでございます。さあ30分前ようやく空港動き出してね、間もなくボーディングでございます。飛行機はねオンタイムで飛んでくれそうですね。今日はね本当時間が命みたいな日ですから、まずはこれはありがたいなってとこですね。さあ参りましょうね。ハワイアン航空です。はい、ハワイアン航空のちょっと数字はちっちゃいけどボーイング717でございます。よくあるフライト飛行機ですので、あえてあんまり解説はしませんけども、エコノミークラスは2、3の配列だね。私は2側の窓側という形ですけれども、特に解説すべき事項はないのであれですけども、ここからコナまではですね、30分ぐらいのフライトかなというところですね。ひたすら眠い、さすがにちょっとねこの後ハードなんできっちり寝とこうというところです。あと一応こちらがね、現状のハワイアン航空のルートマップということになります。目の前の機内紙を引用してますけども、当然中心はねハワイという形になりますが、極東ルートだとやっぱり中心は日本なんだね。東京、大阪、福岡、札幌も飛んでるのかな今。そして韓国人もやっぱ多いですからね。ソウルインチョウも飛んでるという形。そして南側はニュージーランド、オークランド、オーストラリア、シドニー中心に、あと米領サモアとかね、クック諸島、タヒチというところ。そしてちょっとこっちへ動かしてアメリカ本土。これもね、どちらかといえばやっぱ当然ながらニューヨークじゃないや、西海岸がメインですよね。サンフランシスコ、ロサンゼルス。でもニューヨークの方にも直行便を飛ばしているというような形ですね。そして中心はね、やっぱり当然この島嶼部といえばいいのかな、ハワイ諸島島嶼部になります。ホノルル、コナを中心に、大半の島にね、直行便を飛ばしているというのがハワイアン航空でございます。さあ離陸です。
このエアラインはやっぱあれだね、ボーディングから出発までがほんとね、手際良いね、と思います。なんだろう、もうさすが、空飛ぶバスというかですね、島のエアラインという感じで、あの、タッ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 と進むのがすごい印象的ですね。ちょうどこれはあれかな。北の方向へ離陸したから、下にワイキキを見下ろすような感じで飛んでいくかな。朝6時、まださすがにね、ハワイは眠ってるというような感じではございますが、今ちょうどね、見えてきたでしょうか。この辺がワイキキエリアというような感じですかね。まあ、事実上7、8時間でまたここに戻ってくるんですけど、一回ね、ホノルルには別れを告げて、さあいざビッグアイランドへね向かいましょう。さあ気づいたらね、もう着陸でございます。20分ぐらいしか飛んでないんじゃないかな。もうちょい飛んでんのかな。朝時刻は6時半前ね。ハワイ島にも今朝日が出てきたとこですけど、早い早い。全てがあっという間すぎて、まあ順調で何よりですね。Thank you. なんか独特のボーディングブリッジですが、ね、アロハビッグアイランドということでやってまいりました。コナでございます。いやいやいや、ほんとちょっと寝たらあっという間に着いたという感じですね。いやいや、ほんと繰り返しになりますが、島のバスって感じでしたね。この辺のなんて言うんだろう、なんとも言えないのどかな雰囲気がいいね、やっぱり。なんかどことなくインドネシアとかでもよくありがちなね、到着ロビーって感じかな。さてコナに来たのは私ね初めてなんで、何これどうなってんだこれ。これが僕には中庭にしか見えないんですけど、これがあれかな、到着ロビーなのかな。とにかくみんなこっち行くからこっちでいいんだろうな、多分。あ、見てください。放棄して1分、もうすでに外に出たと。いやいやいや、さすがは島のエアラインって感じだね。さて私はねレンタカーなんで、こっちなのかな。あ、でもそっか、こんなとこ、ここから
荷物が出てきたりと、なかなか雰囲気あるね、ほんと。さあ、そんなわけでやってまいりましたよ、コナ空港。ここはね、何でしたっけ、鬼塚空港ですよね、確か。まあ私ぐらいの世代の方ならわかるんですけど、昔ね、チャレンジャーっていうロケットの爆発事故があって、それに乗組員として見送られてた方ですよね。私はハーツレンタカーなんだけど、ここで待ってればいいのかな。ちなみにそう、こんな感じの空港ですね、コナ空港。本当、日本航空のね、直行便も飛んでるぐらいだから、もうちょっとターミナルしてんのかなと思ったら、意外と本当、もうハワイな雰囲気そのままの空港でしたね。さあ、レンタカーどれにしようかな、今日は。私これハーツレンタカーなんですけど、プレジデントサークルっていうね、要は好きな車乗ってっていいってんで、やっぱりジープかなね。このちょっと新しめのジープ、今日はこれで行きましょうか。グランドチェロキーね、これに乗ろうかな。よいしょ。ああ、いい感じ。さあ、というわけでね、このジープグランドチェルキーで参りましょうか。ちょっと年式とかモデルはさっぱりわかんないんだけどね、こんな感じの運転席でございます。設備はバッチリって感じ。さあ、というわけでちょっとミラーとかをねセッティングしたら、もう早速出ましょうかね。時間はほんと限られてるんで。ちなみに余談ですけど、僕今ホノルルでも乗ってんのジープなんですけど、それに比べるとこれはなんか新しい感じでいい感じだなってとこですかね。はい、というわけでね、ビッグアイランドドライブスタートです。さあ、空港を出てね、今一路南部の方へドライブスタートです。ノンストップで行くとね、ここから買うコーヒーの、生産者さんまではだいたい90分ぐらいかな、1時間半ぐらいというような形です。いやー、それにしてもね、本当あれですね、左は火山の山々、右は海という形でね、ハワイ島の大自然を満喫できるこのドライブ旅になりそうだなと、もう今からちょっとワクワクしてますけど。そうだ、ちなみにね、なんでこちらのジープにしたかというとですね、農園あるあると言えばいいのかな。僕もそのね、お花の仕事なんかでいろんな農園を訪れたりしますけど、それこそね、ハワイ島でもね、反対側のヒロの方も何回か世界の花屋のね、お花の買い付けで行ったことありますけど、やっぱね、農園系行くときは車高高い車の方が楽です。何かとなので、今回もね、ジープ、このSUV って言えばいいの、このタイプの車をね、チョイスしたというような形でございます。いや、ほんとね、気持ちいい天気ですわ。今日は絶好のあれですね、撮影日和って感じですね。はい。で今朝7時、ちょっともしかなりねタイトスケジュールですけど、時間があったらどっかで、朝ごはんでもちょこっと食べれるといいなと思いますが、これね、カメラ回せないのが本当残念なんですけど、あんまりよそ見しちゃいけないんですけど、素晴らしい海ですね。これ本当にいい一日になりそうです。本当そんな感じがひしひしと感じるドライブスタートというようなとこですね。そうか、ハワイっていうといつもホノルル周りが多くなるんですけど、いいね、やっぱビッグアイランド、この大自然っていうのは一つやっぱりハワイの醍醐味なのかななんて今思いながらですね、運転スタートでございます。とりあえずね、南へ向かいましょう。さて、空港を出てもう2、30分経過したでしょうか。順調に進んでますけど、なんかね、ネットで見たらこの辺にね、
素敵なカフェがあるっぽいんだよね。だからちょっとそこでもしそこが営業してたらね、軽く朝ごはんを食べたいなというところなんだけど、向かってるのはね、カフェシャックっていうのかな、コフィーシャックっていうのかな、そんな名前のお店でございますがね、もうほんと緑豊かで、またいろんなあれだね、ビッグアイランドもちょっと走ってるだけでもいろんな景色を見せてくれるんだなっていうのをちょっとね感じながら今ドライブをエンジョイしているところでございますけれども、そろそろかな、多分この辺じゃないかな。ちょっと慎重に行かないとな。見落とすと U ターンするのめんどくさいから。あ、でもなんか車が何台か止まってるから、この辺かな。これじゃない？多分車がすっごい止まってるから。あ、ね、これだね。コーヒーシャック。こちらね。車をどこかに止めていきましょう。下に止められんだ。あ、すごい。何これ、人気店なの？すごい、ほんと突然現れたちっちゃい店なんだけど、なんか車が凄まじく止まってる。Hello, good morning. Table, yes, yes. Can I? Oh, for one person. Thank you very much. Thank you. へえ、なんか素敵な雰囲気のカフェで、テーブルがもうここしか空いてないから、ここ座らせてもらおうかな。ちょっと見て、ほら、この景色、うわー。あ、向こうにもあるんだ。素晴らしいね、ほら。このね、景色を一望しながら食べる朝ごはん。最高じゃないですか。ちょうど、窓側というか外側のね、席が空いたので、ここで今ちょっと待ってるとこだけど、改めまして、いやー、この景色はね、美しいね。これぞビッグアイランドっていう景色がですね、今眼下に広がっております。ちょっと一応せっかくだから拡大もしてみるとね、眼下にはこんな感じの景色が広がってて、よくよく見るとちょっとコーヒー畑っぽい景色も見えますかね。ね、青い海もね、本当素晴らしくて、このマッチングはもう完璧だね。こんなところで朝ごはん食べられるなんて本当幸せとしか言いようがないんだけど、一応ちょっともうちょっとだけ見てみましょうか。そう、こんな風になってて、こっち側にも席があるというような、テーブルがあるというような感じですね。いやいやいや、素晴らしい雰囲気のカフェだったね、ここは。だね、想像以上でした、本当に。こんな景色を見ながらね、ちょっと朝ごはんをいただこうというふうに思います。はい。Thank you。さあ、いただきましょう。今日はですね、なんだろう。フライドエッグサンドイッチ、目玉焼きサンドイッチという感じで、こちらをいただこうと思います。そしてね、やっぱり今日はね、コーヒーはちょっと農園でいただきたいんで、POG ね、パイナップルオレンジグアバ、こちらを朝はいただいているというような形です。はい。いただきます。これはもうね、ガブッと。おいしい。ほんと、こんな景色見ながら食べる朝なんてことで、最高すぎますよ。ちょっとあれかな、街からは離れてるんで、レンタカーがないとね、きついのかもしれないんですけども、
今日はちょっとバタバタしてるんですけど、っていうかいつもバタバタしてるんですけど、次回はねもっとゆっくり行きたいなと思うような場所ですね。はい。というわけでちょっと慌ただしいんですがね、目玉焼きサンドイッチいただいて、それでドライブに戻ろうかなというところです。なんかね、このカフェアルコールも出してたんで、ちょっと何時まで営業してるかわかんないんですけど、昼は昼でね、多分すごい美しい景色が広がるんじゃないかな。またね、多分だよ、日の当たり方で朝とは違う良さがねあるような気がします。うわー、めっちゃいいお店でした。 Thank you very much. Thank you. いやいやいや、素晴らしいお店でございました。時間帯によってはやっぱすっごい混むんだね、ここね。コフィーシャックということでおすすめです。はい、初めて来たけど。さあ、というわけで急ぎましょう。ちょっとスケジュール押しちゃった。でもね、やっぱ気持ちいい景色で美味しい朝ごはん食べるとね、元気出てきますね。さあ、だいぶ走ってね、現在はハワイ島ビッグアイランド南部の方までもうやってまいりました。間もなくね農園到着です。見ての通りね、コナの辺りで広がってた、緑豊かな景色は全くなく、なんて言えばいいんだろうな、火山性の、溶岩の火山性の土壌といえばいいのかなが、黒い土がね、これ独特ですよね。僕も行くところだとどこがな、例えばスペインのカナリア諸島とかでもね、こういう土壌をよく見かけますけれども、そんな土壌が今広がっている中をですね、正直言ってこの状況でコーヒー農園ってあるのっていうふうに思わずにはいられないというのが私の素直な気持ちなんですが、向かっているところでございます。さて、今から向かう農園はですね、ミランダズファームかな、という農園で、急にまたここで景色変わるね。ここがあれなんだ、その溶岩の流れの境目というところだったのかな。そういうことなんだろうね、多分ね。急にまた緑が戻ってまいりましたが、はい、そんなミランダズファームですね。背景を言うとですね、今日もともと僕は娘さんに会う予定だったんですが、結局娘さんちょっとね、そのお子さんの体調が今一つということで、ご両親に、お目にかかる予定です。ちょっとね、なんだろうな、表現が難しいんですけど、実はエルサルバドルね、中米のエルサルバドルから移ってこられた方なんですよね。でその理由は何でかっていうと、エルサルバドルでご家族がなんて言うんだろうな、ちょっと言葉が言いにくいんですけど、不幸な出来事に遭われたという表現でさせていただけると嬉しいんですが、ということでですね、逃げるようにっていう表現でいいのかな。エルサルバドルからですね、ハワイに、そういう、ネガティブな理由でね移住されてこられた、女性がを中心にねスタートした農園ということで、すごいなんて言うんだろう、ハワイっていうとね、もう陽キャラというかね、ポジティブオーラ全開みたいな感じなんですけれども、いろんな歴史を背負ってる、いろんなその今までね生きてきた時のこの人生の生き様というか歴史を背負って農園をやられてらっしゃるという、ベルサさんというのかな、バーサさんというのかな、彼女が中心となってやってる農園にですね今向かっているというところでございます。今日ちょっとどんなお話が聞けるかわからないんですが、きっとね明るく接していただけるんだとは思うんですけれども、コーヒーにまつわるねそんな思いとかその辺もいろいろお伺いできるといいなというふうに思っているところですね。はい。というわけで間もなく到着でございます。この辺？これかな？これじゃない？多分。ね、ここです。着いた。ミランダズファーム。こじんまりというか、小さい農園という感じですかね。ち
ちょっと字が映ってるかわかんないけど、2006年からって書かれてるから、まあ、約20年ぐらいという感じですか。もう目の前がまさにコーヒー畑という形ですが、さあ参りましょう。気持ちいい。本当天気で今日は本当ね、それが何よりですよ。やっぱりコーヒー農園にはね、青空が似合いますからね。そう、そんなわけで、まあいろんな歴史を持つこちらの農園なんですけど、でも今ではね、もう賞も受賞しているということで、買うコーヒーね。アロハ、ハロー、ハロー。Miss Belsa, how to say? Belsa, Balsa. Ah, hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias. Soy Kobayashi desde Japón. Okay. My niece Emily. Ah, hi, aloha. Hi, nice to see you. Hello, nice to Thank you, meet you. Thank you very much. Yes. Son-in-law. Son-in-law. So this is your farm, Yes, sir. Miranda's farm. So you and your husband has started. Yes. Jose, right? Yeah, Jose. Jose, they come. ああ、ほら見てくださいよ。2021年ステートオブハワイカッピングコンペティションとかね。So you have almost 20 years. Uh-huh. Yes, sir. ああ。Wow. Anyway, let's take coffee first. Okay. Right. We have samples. Oh yes, thank you. We are ready, for you to sample. Some Oh yes, thank you very much. Yeah. We go start with medium typica. Yes. This is a sample for you. Okay, Maybe ちょっとwe 今日は start right here. This is a medium typica. Medium typica. はは。ちょっと今日まず試飲からスタートして。ああ。Not so acid. No, No. no, not too acid. ああ。 And this This is the typical, that's- typical of yeah, a, typical Arabica of coffee. I mean cow. Yeah, yeah. Because normally in Kona is a little bit more acid. Yes, a lot of people saying that it's more acid than Kona side. But ああ。 Kau is very smoother. Yes. カウコーヒーはね、粉コーヒーと比べるとすごい酸味がないのが。I see. Good. Next, Muy bien. Okay, next one will be medium red cat white. ふん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 。 Right here. 次へ行きましょう。Maybe this side is better, like that. This side is better. Okay. ああ、this is more smooth. Yes, More smooth. that's あ the red cat white. あ、this is red cut wine. Yeah, red cat white. ああ、これ全然粉コーヒーと違う。Completely difficult, different, Yes, sir. different, yes. Different variety, different taste. ああ、okay, okay. This is second one. Yeah. This one will be dark red cat white. あは。Dark one. Dark red cat white. ああ、くれて。ああ。I think this is the most favorite for Japanese people. How do you think? For you? That's my favorite. Yeah. That's my favorite. これがね、一番ね、That's a how to say little heavy? How to say little heavy? dark red cat white. そう、酸味はないんだけど、すごい少しコクがあって、うまく英語で表現できないんだけど。This one very nice. Very nice. Yes, Okay, yes, yes. One more. One more. This one is the dark yellow Catura. あは。Dark Thank you. yellow Catura. Thank you. You're welcome. It's more little light color. Yeah. こっちの方がちょっと明るめの Nice 色。 tacos.
ああ、 Yellow beans. this one also nice. Yeah, This is from yellow beans. yeah, from the yellow beans. ああ、どっちがいいんだろう。I think dark red and yellow beans both is very good. We don't roast it too much. You know, we have only 400 turi the roasting. ああ、 Mhm. ちょっと考えますね。ちょっと考える。So how many types of the bean you are now sipping? How many times? Type Oh, how many クア times? クアルティポでクアルティポで。 Yeah, I go show you. ああ、Thank you. ちょっと教えてもらいましょう。 We have a yellow katura. あは This one is a yellow beans. Yes. This one is a pea berry. Oh, pea berry. Yeah, pea berry. We have medium and dark. あは This one is a typical. うんふん。 That's a Of course, very- everything is 100% cow. Yeah, 100% cow coffee. は Yeah, あ。 100% cow coffee. This is the farm. うんふん。 We are here. ああ、The OK. farm is straight up. This is How much hectares you have? 21. Oh, 21. Yeah, Oh, 21. pretty big. Yeah. あ Then we had all the awards for the typical ーうんふん。 yellow katura, Yes. typical うんふん。 recatuay. あ Recatuay is over here. This is the recatuay. あ、I see. Yeah. Number one. So your dark red is coming from this red cut white. Yes. あ We have a recatuay. This is the dark rosa recatuay. あ、I understand. Yeah. Which is more unique? Yellow. Recatuay and yellow katura. あ You're not gonna find too much of this type of coffee around the island. あ、really? Yeah, yeah. But typica is more Típico. typical. Yeah. Porque tenemos negocio en América Sur también. Okay. Entonces tengo que hablar poco español. Español. Sí. Oh, qué bueno. Vamos a practicar más español. なんか、it's Japanese. Yeah. なんか、日本の観光地の抜き取りもあるけど。Okay. In Understand. the geisha, we got first place last year and Oh, you have geisha also. yeah, we have geisha. ああ、 Yeah. ほら、日本で。 Tenemos geisha. ああ、OK. Yeah. Muy bien, muy bien. Muy bien. Similar que Panama o... Panamá, ya tenemos geisha de Panamá. ああ、パナマゲイシャと同じのをここでも Yeah. 栽培していると。Understand. Thank you. Yeah. Let me consider for that. Yes. Let me think which one is good, you know. Okay. なんかパンも食べていきなさいというので、せっかくなんでマカデミアナッツのバナナブレッドも。そうか。この展開は想像してなかったけど、よく考えたら彼女は中米というかラティーノだから、この辺のなんて言うんだろう、もてなしというかなんというか、ラテンのホスピタリティという感じですね。Hello, I'm Kunihiro from Japan. Yes, nice to see you. Hello, aloha, nice to meet you. Hello, Jose Hi, Fernanda. I know you on YouTube. Nice to see you. Nice to see you. Thank you very much for the opportunities. Yes. Thank you for being here. ああ、そう、デセデエルサルバドール。今でもやっぱりエルサルバドールのね、このなんていうんだろう、記憶はやっぱりあるんだろうね。ちょっと歴史が歴史だけに言葉を選ばないといけないけど。Kona is already so commodity, thereforeさて案の定やっぱりこの車で来てよかった。フィールドを車で回ろうということで。Oh, this is red cut white. か。ああ、これか。So rain. All these ones is a recatuay. はは。 Look at how beautiful the beans. Yeah, beautiful. Yeah. Yes.
That's the Reca 真っ twine. 赤だね。 Reca twine. And right now it look like that because flowers is coming. はは It's, Oh, yeah, coffee flower is also. yeah, it is coming the flower. Yeah, Ah. yeah. A lot of wind, that's why that Yeah. tree is kind Yes, It's yes. really, you can eat it like this. Oh, really? Really, really sweet. Thank you. You're welcome. Just directly. Yeah. Just suck on it. Don't eat the bean. And you have the pea berry, Mm. and I had two. And you This have is the pea berry. Yeah. Oh, really sweet. Mm-hmm. And this is the last harvest for the season already. うん。 Yeah, almost done with the harvest. ちょっと汚くて恐縮なんですけど、これ And ピーベリーで種が1個しかない。 This one is already coming. ああ、and this is a coffee flower. ちょっとちっちゃいけど、 Yeah, it's コーヒー coming. の花もあるよ、ほら。ああ、 Mm-hmm. Reca twine is all to the top. Yes。これだからこの農園ちょっと見えるかな。向こうまで、はるか向こうまでね、このレッドカットワイが広がってる。お、でも本当に面白い。なんでこんな甘いのこれ。Very sweet。 Yeah, very sweet. これね、ちょっとピンボケしちゃおうかな。ちょっとピンボケしてたらごめんなさい。本当に信じられないぐらい。甘い。まあ、今回はね、このレッドカットアイを、買い付けてウペポのウェブサイトでね販売しようというふうに今決めました。なので Number この one in Kau and second the statewide. OK、 この今ね皆さんこの青空とこのコーヒー農園のこの赤い実、これをね皆さんにぜひお届けしていきたいというふうに思いますので、乞うご期待でございます。いやー本当あれだね、こんなナチュラルなとこでやっぱり育ててんだね。本当素晴らしい景色で、特に今日天気がいいからっていうのもあるんでしょうけど、今本当このコーヒーの畑の中にそよ風がね吹いてるんですけど、もうこのそよ風そのものをねぜひコーヒーとともに皆さんにお届けしたいと考えてるブランドウペポでございますね。もう一度こちらの赤い豆でございます。こちらをね最適な形に焙煎して皆さんのお手元にお届けしたいというところですね。こちらの農園からはねこれを買い付けていきましょう。ちょっと途中で車は止めたんだけど、ぜひこの農園のね一番上から、ああ、Yes Here is the top。 ここからぜひ農園を見てみようということで、おお、こういう景色か。ちょっと拡大してみましょうかね。先ほどレッドカットワイン見てた畑で向こうに広がってるのが太平洋ですね。そっか、こんな感じなのね。もっと拡大してみましょうか。こんな感じでございます。そう、さっきね実はお話の中でね、ここコナから1時間ちょっとなんですけど、でも土壌も違えばねやっぱりコナと比べても気候も全然違うので、それがやっぱりコーヒーの味に大きな良い影響をね与えている、それが買うコーヒーですっていうお話をね実は商談がてら伺いました。よくねこういう、島の天気でマイクロクライメートっていう言葉をよく使うんだよね。要はなんだろうな、局所局所で天気が違うと、そういうことを言うんですけれども、まさにこの買う地域がマイクロクライメートの典型ですっていうお話でね。ちょっとウペポで販売する予定なんですけど、もしこの YouTube ご覧になられてね、
卸売で買いたいという方もいらっしゃったら、ぜひウペポのウェブサイトもしくは株式会社グリーンパック様でね、お問い合わせいただいてご相談いただけると嬉しいなというところでしょうかね。はい。というわけで、なかなか良い商談もできたので、こちらのレッドカットワインね、この動画がアップされてる頃にはひょっとしたらもう販売終わっちゃってるかもしれないんですけども、お届けしたいなと思います。まあこんな感じでね、実際にお届けしてるので、ウペポのインスタグラムとかもね、フォローしていただくと、オンタイムで皆様のお手元で、お届けができるかなというふうに思います。はい。さあ、というわけで、ちょっとスケジュールも押してるのでね、次の目的地へ参りましょうか。ちょっとね、さっきは気づかなかったんですけど、今、マップ見てたらね、シーニックポイント、展望台がね、ちょっとこの近くにあるっぽいんですよね。だから、ちょっとだけね、そこ寄っちゃおうかな、また。寄り道ばっかりであれなんだけど、せっかく来たからね、ちょっとだけ寄ってみましょうね。そこだけ寄ってみようと思います。はい。やばい、気まぐれですいません。今ちょうど走ってたら、すげえ景色の良いシーニックポイントがあったんで、ちょっと車を止めました。こういう感じなんだ。わかります？ほんとここ何？溶岩流って言えばいいの？それとの境目のあたりだね。ちょうどなんか解説らしきものがあるかな。ちょっと下へ行って、よいしょ。再びだから、ほら、植物がまた、プラントリーグロースということで、再び成長しましたよと、そういう成長し始めましたよと、こういうことだね。火山の後ね、噴火の後ね。いや自然の勢いっていうのは本当すごいよね。前僕スペインのねカナリア諸島のラパルマ島というところの火山、その模様はまた別の YouTube で撮ってるので、もしよろしければご興味あればご覧いただければと思うんですけど、この溶岩流っていうの、土石流っていうの、流れは止められないからね。なのででもほら見ての通り徐々にね植物もまた戻りつつあるっていうレベルではないかけど、これもやっぱりビッグアイランドの一つのリアルっていう感じですか。ちょっと時間もないんでこの辺にしていきますか。やばい、マジでスケジュールをしちゃった。怒られそう。あんなに行く前にね、アロハの国だからね、なんて言ったって大丈夫、この時間って言いながら言ってる僕が大遅刻ってね、急ぎましょう。さあ、あれからだいぶ進んでですね、コナに戻ってまいりました。次に行く農園はですね、コナプレミアムという名前かな。こちらの農園でございます。こちらではね、いわゆるコナコーヒーの買い付けをしようというふうに思っている次第です。先ほどね、ここアロハの国だからのんびりしてるって言いましたが、一番のんびりしてるのは私でですね、当初予定より1時間ぐらい遅れてるんですけど、いやそれだけね、いろんなところについついぶらり途中下車しちゃう場所があるんで、しかし随分来るな、奥地に。本当にこの道で合ってんのかな。なかなかの道が続いてますけど、場所でいうとここはもう北コナになるのかな、ノースコナになるのかな。先ほどちょっとそんな道路上の標識を見ましたが、本当に全然僕ビッグアイランド来たことないんで、コナの街がどうなのかとかさっぱりわからないというのが私の本音なんですけど、とりあえずなんかでもそれの割には車が多いから、やっぱりコナの農園だとあれなのかな、やっぱり観光客もそこそこ多いのかななんていうふうに
思ったりもしますが、やっぱりでもここはあれだね、すごい傾斜地だから一本大通りから外れると本当すさまじい傾斜地帯の中に畑を切り開いてるって感じなんですね。どうしてもなんか粉ブレンドっていうとね、そういう粉ブレンドってよく飲むじゃないですか。そういうイメージあんまりなかったんですけど、来てみると意外とそんな状況に今驚いてます。こっちでいいのかな。やっぱり私道間違えててこっちが正しい道っぽいけど本当かな。こっちの方が。いやー、コーヒーもすごいところから来てんだね、本当。でも確かに今道端にあるのはコーヒーの木ですからね。あ、ここかな。あ、ここだ。着いた。てか駐車場もない。いいのかな、この辺に。とりあえず止めて行ってみましょう。すごいところに来たな、また。あ、でもやっぱりコーヒーだ。Hello? Hello. Mr. Bruce? Yeah. Oh, my name is Kobayashi. Yeah. Thanks sorry for the delay. Oh, it's all right. Nice to meet you. Aloha. We keep busy. We're trying to get some coffee to the Sure, mill. sure. To get more green beans here. Should I go to the office? No, nobody's here except me. これは一体。 Get these covered up, and then you can pull in here. OK。まずは車に。もう、これぞ農家っていう感じのおじさんでございました。道理でメールしても通用しないわけだ。なるほどね。こういう世界か。やっぱりまだハワイのコーヒーはちょっととりあえず車移動しろって移動します。よく見たら見て。だから本当多分ご自宅のもう庭がアラビカのコーヒー農園なんだね。ほら今ちっちゃいけどコーヒーの花もね咲いてますけど、そう農園自体は1940年からで、先ほどの方はブルースさんというおじさんなんですけど、ブルースおじさんはもともと出身は西海岸でこっちに移ってきたって話ですね。そうちょっと先ほど途中になっちゃったけど、コーヒーの花ね、そしてアラビカ種ね、一部実もなっているというような形でございます。そっか。僕はまあ初めて当然ね、この粉コーヒーの栽培現場に来たんですけど、想像以上に本当もう断崖絶壁を切り開いて農園作ってるんですね。でこれが1940年からの農園というかやっぱ80年でしょ。はあ。Here's our labels that you saw. Yes, yes. You said, I don't know what you have in mind. You want to take these and Right, sell right, them? right. Yes. I need a label also, and also the beans. Label and beans. Okay. And, Which beans is your recommendation? well, this one doesn't have the extra fancy in it. That's the biggest bean. Okay. But this one, we came in ninth in the Kona Coffee Cupping Contest in Oh, really? November. This is our estate, Okay. and we call it Estate. premium estate. Can we see the beans, or Yeah, we can go look. And we can try the coffee, or yeah, she can brew you some when she gets back. thank you. And I don't know what you like. Medium dark. We also do a blonde roast, very light. How many
How many type of beans you are growing? Just all the same. Uh-huh. So you are just separating per grade. Kona coffee is all we're doing. あ、だから品種としては一種類だけど、その豆のサイズとかで分けてるってことだね。ああ、this one. Yes. This is the estate, but I'll show you in the bag. うんふん。 We'll go look at some green beans. これができたらエステイトっていうサイズ。これ何センチぐらいだったかな、ちょっと細かいサイズ忘れちゃったけど。あ、でもほら見て。2023コナコフィーカッピングコンペティションって。しかもちゃんと見て、ほら入ってるよ、このブルースおじさん第9位にティピカが入ってんだ。なるほど。僕も世界中でいろんな方とお会いしましたが、なかなか癖のあるおじさんだっていうか、そうだからもうそんなブルースおじさんのねコーヒー豆、これはこれで面白いなと思ってます。Marisa, nice to see you. Yes. Thank you for your time. Yes. Oh, my pleasure. よかっ Let's た。 just drop a bag. 優しい人が現れた。So, Want some coffee? Want me to yes, put some stuff definitely, in? Yeah, definitely. let's just close this so we don't get. Yes. What are you interested in trying today? What I'm thinking is maybe extra fancy or Okay. yes. So for that I've got we do for extra fancy and fancy, we do that together, and that's our private reserve. Mm-hmm. And that's the one that we roast in house. Mm-hmm. So let's do Or medium. which one is this? That one was actually our estate. Oh, this is estate. Yeah, that was our estate. And then did Bruce give you this? Uh-huh. So this is all of our tasting notes. Oh, I can wow. make you a copy of it. Can I try this? Yeah. Yes. That's せっかくだから our estate, これに so しようか。 That's the2023 estate that we did. And Yes. we entered it green, and then they roasted and do everything, and then Great. grate it. But I'll make you a copy of this too. Thank you. せっかくだからね。あ、そっか。これがだから2023年のカップコンペティションで9位に入った豆なわけね。Yeah, we have 3 websites. だからこの農園でブルースさんが言うには粉コーヒーの農園としては中規模だということなんで。 40 pounds at a time. ああ。For roasting. It's airflow. Yes. As the gas comes in underneath. Understand. だから本当想像以上に粉コーヒーの It had flowers, lots of flowers. Yes, coffee flowers. 想像以上に本当See all the little 小規模なん beans? だね。 More beans. Yes. あ、こっち側にもあるわけだ。な A る nice ほど。 tree. うんふん。そっか。それは本当ちょっとやっぱ百聞は一見にしかずというか、来てみて初めて分かった粉コーヒーのリアルって感じですね。 15 feet elevation, 1500, and then it goes up to 1700. うんうんうん。結構なだから傾斜地に作られてるわけですよ。 And it's all planted in rows. Yes. なるほどね。80-year-old tree there. うんふん。80年の木ね。 They keep dying, you know, each year, but 80 year, 80 year. And then we replant. Yes, yes, We yes. plant more trees each year. はんはんはん。 Is that good? Good. Thank you very much. Interesting.
いや本当だから土地がないのかな、意外とやっぱコナは。なるほどね、希少性か。ちょっとね、買い付けの前に一応いただきましょうか。Medium. This is the fancy and extra fancy. Okay, It's very thank hot, you. so be careful. Sure. Okay? これがだから9位だったという。ああ、 All right, we got なんだろう、 pounds there. So we're doing a stage sometimes. ちょっと酸味がある感じが。little acid. How to say? Very smooth. Very smooth but little acid. This is like an accent. I love it. It's Yeah. Which one is it? That's the private reserve medium. Medium. うん。だからすごい飲みやすいんだけど、 Do another one? 少し酸味がね、アクセントになってて He's got a website. すごい美味しい。 Nice. Very cool. He wants to take our label. Okay. I don't know うん exactly what. これをぜひね、 But see, it's going to taste ウペ different ポでやりましょう。 with our label and protein. Different roasting, yeah. But it doesn't matter because it's going to have Jeff. I don't know. I'll let 美味しい。 it work out. ちょっと非常に慌ただしかったんですけど、こちらのコナプレミアムさんからもね、カップコンペティションで第9位に入った、エステートというグレードを買い付けることにいたしました。この YouTube がねアップされてる頃にはもうひょっとしたら僕のウペポのショップでは販売が終わっちゃってるかもしれないんですが、まあこんな形でね現地で買い付けたものを定期的に皆さんにお届けしてるんで、ぜひウペポのインスタグラムね、フォローいただいて最新情報を追っかけていただくと嬉しいなというところです。まあちょっと今回のねこのコーヒーの旅を簡単にまとめると、まあ同じハワイ島ビッグアイランドとはいえコナとカウ全然違いますね。もう雰囲気から、やっぱ雰囲気っていうかその畑の成り立ちって言えばいいのかな、気候もそうだし、あまりに違うことに正直言って驚いたというのが僕の今回の印象です。やっぱりその辺のリアルっていうのはね来てみないと分かんないですよね。でまあなんだろう、カウコーヒーのねあちらのラテンっぽいところも面白いし、こちらのちょっと頑固なおじさんも面白くて、その辺のね人の温かみも含めてね、是非ウペムのブランドで皆さんにお届けしていきたいなと思いますので、本当もしお認めいただいた方いらっしゃればこの動画も今一度見ていただいてね、あこんなコーヒーだったなというのを思い出していただけると嬉しいなと思いつつ、そんなわけで、コーヒー買い付け旅は、この辺で終了でですね、ちょっと時間もないのでこれから慌てて大至急ホノルルに戻るというような形でございます。いやでもねほんとね充実した時間でした。とりあえずちょっと買い付けたらコナ空港に戻りましょう。さあここからは一路空港を目指しますけど、いやーすごい景色だねこれ。もう今日はほぼ一日中もうビッグアイランドの雄大な自然にただただ圧倒される日々っていう感じだけどね、コナはコナで一大観光地ですもんね。何も知らないのかよお前と言われるかもしれないですけど、本当知らないからしょうがないですよね。素直に感動しております。はい、というわけでですね、一路今、空港へ目指して移動中でございます。結構ギリギリだな大丈夫かな。飛行機出発1時間前ぐらいにレンタカー返して、まあでも空港も何もやることないでしょうし、まあいいっちゃいいんでしょうけどね、こんな感じで。さあ今雄大なねコナの大自然を見下ろしながら、そっかずっとだから丘陵地帯にいたからだんだんこうやってね降りていく感じなんだね、海辺にね。さあというわけでねコナ空港に戻ってまいりました。そっか朝はまだ暗かったからね。そうこんなにあれか、これってブーゲンビリア違ったらあれなんだけどね、お花の咲き誇る空港だったとはちょっと気づかなかったんですけれども、いや濃厚な時間でございました。
本当ね、なんだろう。今はね、ここすっごい晴れてるじゃないですか。でも今日途中あれなんですよ。結構雨降ったんですよ、移動中。だからやっぱり、まあ、マイクロクライメートと言うべきかどうかわからないけど、ね、ビッグアイランド、島とはいえ、どうしてやっぱいろんな気候があって、それがね、今回、まあ、コーヒー豆という商売を通じてね、私もそんなビッグアイランドのリアルをね、垣間見ることができたので、非常に良かったなというふうに思っているところですね。さあ、私の利用しているのは、今回はハーツレンタカーですけど、無事ハーツの事務所近くまで戻ってきました。アメリカだとやっぱり僕はまあハーツのそのクラブワンゴールドっていうね、ナンバーワンクラブゴールドかな、ちょっとそのメンバーシップ持ってるからかもしれないけど、やっぱアメリカだとハーツは本当便利。ヨーロッパだとね、やっぱハーツちょっと高いんですよね、正直なとこ。だからヨーロッパカーとかね、エンタープライズとか違うもの、違うメーカーじゃない、違うレンタカー会社さん使うこと多いけど、アメリカだとやっぱりよほどのことがない限りハーツ一択かなね。というわけで戻ってまいりました。ドライブ旅はどの国で運転してもやっぱり無事戻ってくるとちょっとホッとする自分がいるよね。さあ、というわけでね、7時間ぶりに戻ってまいりました。こちらがちょっと到着時は中途半端なご紹介になりましたが、エリソン鬼塚さんですね。エリソン鬼塚コナインターナショナルエアポート、あとケアホレでいいのかな、こちらでございます。さて、ここはデルタサウスウエストがあるけど、みんなこっち行ってるから多分ハワイアンこっちかな。とりあえずみんなについてきゃ多分ハワイアンっていうね感じがしてくる。あ、やっぱそうだ。いいね、こういう、まあ、僕がホノルル以外でハワイで使ったことある空港ってあとヒロしかないんだけど、こういう何とも言えない開放感のあるターミナル好きですよ。なんか見てたらあれだね、サウスウエストもハワイとを結ぶ便飛ばしてんのかな。てっきり僕はハワイアン航空一択だと思ってたんだけど、そうでもないのかもしれないですね。さあ、とりあえず時間通りには来ましたのでチェックインしましょうか。ハワイアン航空は基本オンラインだよね。ちなみにそうだ、ここにも出てる通り、もうこれは本当島のバスですから、見えます？もう3、40分に1本ホノルル行きが飛んでるというような感じでしたね。はい。さあ、無事ね、荷物検査まで通過しましたけど、さっきはハワイアン航空のボードだったから分かんなかったけど、こうして見るとあれだね、もう本当この時間帯は特に西海岸に大量に飛んでんだね。ユナイテッド、ロサンゼルス、サンフランシスコ、あと何？アラスカ航空、ポートランド、シアトルで、ハワイアンがロサンゼルス。なるほど。今後あれかな、西海岸から帰るときなんか直行便も飽きたんでハワイ経由とかもいいかな。コナ経由とかね、コナホノルル経由して、アメリカンはあんま飛んでこないのかな。ユナイテッドの方が多いのかな。だから西海岸からユナイテッドでコナに来て、そしてホノルルからね ANA のフライングホヌで東京に帰るとか妄想です。はいというわけで搭乗ゲート行きましょう。はい。さあ、こちらね、私のゲートは9番かなんかだったかな。本当だからしつこいけどバスターミナルだよね、空港っていうよりは。そんな感じがもうプンプンするような
今ちょうど映ってるかな、向こう側、アラスカ航空がね、プッシュバックしてるけど、ほんとそんな感じだよね。バス停。バス停っていう表現が一番わかりやすいわ。ちょうどせっかくだからやっぱ、マニアとしては飛行機見てみましょうか。ね、今、あれはだから、どこだったっけ、シアトルかポートランドか、その辺へ行くやつなのかな。ちょうどプッシュバックしてますけど。ホノルルとコナぐらいだと多分あれなんだろうね、やっぱり、大陸路線って言えばいいのかな。それもあるんだろうね、きっと。当然のごとく私の搭乗予定のハワイアン航空は今のところ見かけないので、これから降りてくるっていう感じかな。さて今、搭乗ゲート前でね、ボーディング待ちですけれども、ちょうど今、その使用機材から乗客が降りてきたんで、もうちょいかなっていうところじゃないかなと思うんですけど、まあ、あれでしたね。しつこいですけど、意外と人間臭い世界だったなっていうのが今日の結論ですね。はい。そう、動画撮ってる時はね、意外と頑固そうなコナのブルースおじさんもね、最終的にはすごい、ブルースジョークね、あ、冗談言ってるんだと思って、途中で気づいて笑ってましたけど、意外と朗らかな方でね、非常に有意義な時間過ごせたんじゃないかなというふうに思います。そう、だからちょっとね、動画のタイミングと販売タイミングが一致してるんで申し訳ないんですけど、もしね、インスタグラムでウペポチェックしていただいたら、まあ皆さん買うコーヒーが好みか、粉コーヒーが好みか、もしくはね、両方好きかというあたりをね、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いながら、今ね、搭乗待ちでございます。はい。さあ、参りましょう。うわー、この青空ですね、やっぱりハワイは。気持ちいいよ、ほんと。向こう側にはね、アラスカ航空も駐機してますけれども。いやいやいや。なんかやっぱ、ハワイアン航空といえばやっぱこれだよね。なんか、なんだろう。超古いんだけど、なんか、これを見るとホッとする自分もどこかにいるようなね。さて、まあ行きの飛行機とね、同じですから、あえて解説はございませんが、まあここ、コナからね、ホノルルまで約30分のフライトという形かなと思います。まあ、今回はね、ホノルル支店の旅という形になるんですけど、とはいえね、やっぱりこうして、日本に帰るわけではないですよ。ではないんですけど、こうして帰りのね、飛行機に乗り込むと、なんか、やっぱりいろんな人と出会ってね、いろんな本当充実感に包まれるっていうのが、私がいつも思うことですね。こう、なんだろう。帰りの飛行機乗った時ほど、私自身はですよ、海外ビジネスやっといてよかったというふうにですね、やっぱこの充実感はなかなか観光だけでは味わえない、この、なんだろう、人間と人間の交わりというかですね、いろんな人と接した上での充実感というのを、充実感に包まれる、今この着席した瞬間ですね。はい。というわけで、充実感に包まれながらですね、ちょっと寝ようかなというところですかね。今日もね、3時起きですから、3時起き。はあ、疲れた。さあ、今日の席はエンジンの真横ですよ。若干怖いけど。さあ、というわけでね、短い時間でしたが充実したビッグアイランド滞在でございました。この飛行機はね、ハワイ島に別れを告げて一路北西かな、ホノルルの方へ向かうというような形ですね。さあ、ここからはね、ひたすら海の上を飛んでいくというような感じですね。さあ、というわけでね、あっという間にホノルル着陸でございます。
ちょっと天気悪いのかな、ホノルルは。そんな感じですね、曇り空で。まあ今ね、2023年3月ですからね。あ、失礼、2024年ね、3月ですから。まあ、ベストシーズンじゃないから、やっぱり、こんな感じの気候なのかな。無事、ホノルル、ダニエル県井上国際空港に着陸いたしました。Thank you. Thank you. Mahalo. はい、というわけでね、無事、ホノルルまで戻ってまいりました。とりあえず、本当疲れた。お疲れ様でした。はい。この後ね、ウテポでのこのコーヒーの展開が、個人的には非常に楽しみですね。はい、というわけでハワイ島でのコーヒービジネス編、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることがありました。いいねやつですね。チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして私、小林邦弘のブランドウペポのご紹介です。世界中の幸せを集めたセレクトショップです。皆さんがね、商品を手に取っていただいてハッピーになった時、同じハッピーな気持ち、まあ今回で言えばね、コーヒー豆の生産者さんにそんな気持ちが届くような、そんな商品をね、たくさん取り扱っております。我々がまあ切り取っている世界がね、世界の全てとは当然申し上げません。でもね、世界のリアルの一部を切り取ってね、皆さんに、お届けしたいという使命のもと動いております。概要欄にはウペポのリンクつけております。ぜひウェブサイトご覧いただき、そして商品を手に取っていただけると嬉しいです。まあ、今回のようなね、コーヒーご興味あるという方いらっしゃれば、ぜひね、合わせてウペポのインスタグラムも登録お願いいたします。こちらでね、ハワイに限らず各国の最新の商品のリリース情報等をお届けしておりますので、こんな形で僕が買い付けしているウペポのブランド、もしよろしければぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして海外ビジネスにご興味のある方へ、私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者、事業主の方へ向けて YouTube では発信していない海外ビジネスの情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これから海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE アカウントのリンクつけております。ぜひこの機会にご登録ください。そして最後に、英語を使って海外ビジネスをしたいという方に、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE 小林ビジネスイングリッシュのご紹介です。もちろんね、海外だけじゃないです。今日本でね、外国の方と英語でやり取りする必要があるという方もいらっしゃると思います。とにかくね、私がこだわっているのは、どうやってビジネス英語のスキルを効率よく上げられるかというところです。私の達した結論としてはですね、その正しいあり得るシチュエーションに沿ってきちんと練習すること、これがね、ビジネス英語です。普通の英会話ではないです。ビジネス英語の上達の最短の近道ではないかというふうに思う次第です。その観点ではこの KBE 小林ビジネスイングリッシュ、いろいろなシチュエーション用意しております。出張の移動から始まってですね、ホテルトラブルであったり、そして重要なのはやっぱり商談ですよね。どうやって相手方と打ち合わせを進めるか、私自身の経験に従ってですね、たくさんのシチュエーションをご用意しておりますので、まさにですね、リアルなシチュエーションです。このシチュエーションに沿って、トレーニングしていただくことで、必ずや最短距離で皆さんのビジネス英語力、ぐんぐん伸ばすことができるというふうに思っている次第です。この KBE 小林ビジネスイングリッシュの LINE アカウントも合わせてこの動画のリンクについております、概要欄にね、ついておりますので、ぜひこちらもね、ポチッとご登録いただけると嬉しいです。この動画がアップされている現在、KBE は無料体験会受けたまっております。そして無料体験会ご参加の方には、もれなくですね、こちらもね、私自身が作成した、特典、これもね、ついておりますので、ぜひこちらも受け取っていただき、皆さんのビジネス英語力、高めていただけると嬉しいです。今回は以上です。最後までありがとうございました。